1段階目はもともとのある本当に元種を培養させるのが初日なんですよ。で主には今回の僕のパン作りのキーになる乳酸菌をメイン主体とした発酵をとって乳酸菌をすごく増やすような発酵を初日にして、で2日目は酵母菌を主に増やすような、これ中種法っていうんですけど、中種を作った後に最終的にそれを生地に混ぜてパンにしていくっていう、作り方をしています。すごく手間はかかるんですけど、この初日の乳酸菌をしっかり作れることでグルテンを分解してですね、消化に優しくなったりと、パンを昔の古代の知恵というか、昔の人はそうやって小麦にも多分毒があるっていうのを気づいてたんだけど、それをどうやって糧にするかっていうので多分行き着いたというか、これなら主食としていけるっていう風な多分知恵の元というかですね、それが乳酸菌に隠されてるんだなっていうのが分かったので、ここはちょっと手間を惜しまずに、やるようにしてます。これにしますね。新しいストップとか。あね。本気だよ。見てて、ちいちゃんこれ持ってて。いいじゃんね。早っ。食べてないよ。じゃあいっぱい取って。この中に入れて。これさ、あれつゆ取る。これこれ。はいね。今いるんじゃない？はいね。みかんまだいる？こんだけあったら十分やない？入るぐらいして。見て、さっき帰ったよ。おふきすごいいっぱい。いっぱいすごい。これを、いつもそのまま食べるんですけど、人参とかと混ぜてスムージーにしたらすごい美味しくてですね。美味しそうですね。よし、こんぐらいしようか。すごいや、持てる？うん。この音すごいぞ。見てほら。おお。自分でやってみる？これ大きいやん、これ。これ。お、いいやん。はい。重いやろ。これ見る人。いるかい。はい。せんどれ？いっぱい。うん。もう入らんぐらいいっぱいよ。こんだけ取る。十分よ、そんぐらいで。次それ。まだいるん？ロキもいるん？入るぐらいだよ。どうぞ。こんな食べる。落としてる。あるやん、ここ。いっぱいあるよ。でさ、茎の層抜けたら。
ただきますってするよ。あにこれあるの。見て見て、いっぱい一人一個食べようや。ちょっともっと食べれるかも。お願いします。でかい。お、やるね。でかい。まだあるんじゃない、でっかいの。無防味を食べる。全部もうないよ。ほら、これ。次の教えてあげて。吹き食いそうやな。潰しそうやからな。あ、どっか。家族との時間ですね、今は。はい。あとはやってみたいことがいっぱいあって、こういう里山暮らしもすごいしたかったので、サラリーマンで週5で働いて週2でってなるともうほぼ不可能だったんですよ。薪作りもすごい時間かかるので、畑やったりとかその他まだまだやってみたいことがたくさんあるので、それを実現しようと思うともう働き方変えるしかないなっていうところになってます。子供の絵本を読む中で14匹シリーズの14匹の朝ごはんっていう絵本が僕すごい好きなんですよ。こういう土っぽい窯でネズミさんたちがパン焼いてるんですけど、こんなん作りたいなっていうのは巻き窯パン屋始める前からちょっと夢としてあって、だからすごい一流の魚さんが面談する機会があった時にもその絵本持ってってこんなん作れますかねって言ってたのが5、6年ぐらい前で。妻は冗談やろみたいな感じで思ってたらしいんですけど、本当にできたねみたいな感じで人生の中で一回やってみたいなって思ってたのがこの窯作り、っていうのもあります。
香りがすごい強いですね。風味というか。そうなんです。もう多分蜂蜜、大半が蜂蜜なんですよ。もう蜂蜜とスパイスのお菓子なんで。
こ
いただきます。いただきます。ここにこの中どこ？あ、ここ。そう、まだ山のユズあったんや。うん。すごい応援してくれました。やったらいいじゃんみたいな、どうなるか分からんけどみたいな感じで、一番の理解者で一番の応援者でしたね。で第3子がすぐできた中で、ちょっと生活は任せてねって言って、お腹に子供を抱えながら妻は家計まで支えてくれてですね、だから本当に感謝しています。毎日ずっとお茶してずっと喋っておけるみたいな感じですね。で今はけどそこに子供が入ってくるから、まあ、子供との時間大好きですけど、早く子供が育ってくれたら2人の時間っていうのもすごいまた楽しみですね。はい。21歳の時に病気になって、30歳手前ぐらいまでかな、1ヶ月40度ぐらい熱があったんですよ。で原因も分からずに、もううちの病院じゃ無理ですって言われて、病院に出てってくださいってなった時は、もうこのまま死ぬんかなみたいな感じだったんですけど、治すための薬の副作用が強すぎて、もう本当に毎日体調不良みたいな感じでチャレンジしたくてもできない状態だったんですよ。だから20代棒に振ったなってずっと思ってましたけど、その経験があるから今のパンを焼けるようになったというか、なかったらこういうパン多分焼いてないんですよ。だからすごく病気時代病気も今やっと感謝できるようになったというか、結婚してからちょっとずつ妻のサポートで復活ができたので、去年の10月から心肺機能も上がって調子もいいから薬やめてもいいよって言われてですね、ついになんか暮らし方変えて薬までやめることができたので、僕にとってはそこはすごく大きなところです。すごい家族は仲良く楽しくやってます。ちっちゃいうちは外で、いろんな菌に触れてですね、楽しくワイワイ自由に遊んでくれたらいいなっていうような感じで思ってます。大きくなった時にある程度10歳ぐらいになってからは、多分子供たちももっと自分の世界に入っていくと思うので、今はできるだけそばにいてあげたいですけど、大きくなればなるほど親は親らしく、僕ら自身が楽しく生きて、それをしっかり見せてあげないとねっていう風な話はしてます。多分普通のことやってるだけなんですよ。一緒にご飯食べるとか、なんか特別なことをやってるわけではないんですけど、僕らにとってはそれが幸せで、それを今実現できてるから、この暮らしを始めてよかったなって、うちはテレビもないので、夜はもうみんなと話すとか絵本読み合うとか
そういうことしか手段がもうないからですね。あとは長女だったら歌うとか、それをみんなに聞くとか、なんかそんな感じです。時間を今自分の注ぎたいところに注げてるっていうのはすごく幸せです。もっといけるよね、先生。お、いいよ。いけるんじゃない？いけるか？すごいいけたら。いけるんじゃない？いけるか？すごいいけたら。お姉ちゃんとお兄ちゃんが守ってあげるからな。いいよ、ふき、頑張れ。帰ろうや、もう。ありがとう。何しとるんだね。みんなに帰ろう、このまま。このまま帰ろう。